はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今回は自分の大好きな企画です。牛と豚の同じ部位をどんな違いがあるのか比べてみます。今日比べるのは喉の気管部分の部位です。なかなか比べることないので貴重な映像です。それでは早速やっていきましょう。今日は牛と豚の喉の気管部分の部位を用意しました。詳しいさばき方の動画も以前投稿しているので、よかったらそちらも参考にしてください。この大きい方が牛の気管部分です。別名ウルテと呼ばれたりします。かなり硬い部位なので、このままでは食べるのが難しいです。通常機械で叩かれて食べやすくなったものを仕入れることが多いと思います。この細い方が豚の気管です。串焼きのお店の時は輪っかという名前で提供していました。喉仏部分のドーナツと一緒に軟骨として提供されることも多いです。シンプルに軟骨が好きな人には特におすすめな部位です。牛は出荷時700キロくらいで、豚は110キロから120キロくらいと言われています。6倍から7倍くらいの大きさの違いがあります。こう見て比べるだけで全然大きさ違いますよね。牛の気管は真ん中部分で裂かれています。豚は裂かれていない状態です。ちょうどシンクの下の水漏れがあってホースを変えようと思って用意したんですけど、改めて気管とそっくりです。動いたりすることを考えるとこの設計が強度ありそうですね。それでは2つに大きさでどんな違いがあるのか見てみます。まずは長さを測ります。牛の長さが49センチ、豚の長さが15センチです。次は周囲を測ります。牛が16センチです。豚が6センチです。重さを測ります。牛が 480g、豚が 29g です。しっかり比べて測ったことがなかったですが、重さがかなり違いますね。豚の場合1人前を作るのに2匹から3匹は必要です。それでは牛からカットしてみましょう。かなり厚みがありますね。この厚さだと相当硬いので食べるのに苦労します。一度包丁で叩いて食べやすくします。かなり疲れる作業ですが根気よく叩きます。そのままだとどんな感じかも比べてみましょう。あと今回はボイルしたものも比べてみます。1時間ボイルをしました。次は豚をカットします。まずは牛と同じように開いてみましょう。開けたら同じように叩きます。次は管を開かずにそのままカットします。最後は牛と同じように1時間ボイルします。すべてお皿に盛り付けるとこんな感じです。それでは焼いてどんな違いがあるのか確かめてみましょう。いただきます。まずは牛の気管から焼いてみます。包丁で叩くことで口の中でほぐれるような食感は独特です。特にこれといった味があるわけではなく、本当に食感を楽しむ部位ですね。今日は薬味たっぷりのポン酢につけて食べます。次は豚の気管を焼きます。普段は豚の気管は包丁で叩くことはありません。牛に比べると柔らかいのでそのままでも食べることが可能です。今回のように包丁で叩くことでより噛み切りやすくなっていますが、その分物足りなさもあります。牛に比べると豚の方が脂っぽさがあって噛むごとに旨味を感じます。次は牛と豚の何もしていない気管を焼いて比べてみます。まずは牛の何もしていない気管から食べてみます。これは日頃から訓練を受けていないとなかなか食べるのが難しいです。相当硬いです。この状態で食べるのはあまりおすすめはしません。次は豚の何もしていない気管を食べています。特に叩いたりなどはせずにこれで問題なく食べられます。歯ごたえはありますが軟骨の中でも柔らかめの部位なので食べやすいですね。最後は1時間ずつボイルした気管を食べ比べます。まずは牛から食べてみます。ほとんど何も変わらないです。次は豚を食べてみましょう。ちょっと柔らかくなりますね。周りの膜っぽい部分が柔らかくなってちょっととろっとする感じがあります。わざわざボイルするほどの違いはないです。また機会があればいろいろな部位の違いを紹介したいと思います。もし皆さんが見てみたい部位の違いとかあればぜひコメントお待ちしています。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛と豚の気管の違いいかがでしたか？普段比べることがないので実際に比べると面白いですよね。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。